皆さんこんにちは、正代です。今日は TOEIC の中級者に向けてお話をしてみたいと思います。TOEIC を勉強していると、初めのうちは徐々に点数が上がっていきます。しかし、600点前後になると、点数が停滞することがあります。あとちょっとで600点なのに。だとか、600点は超えたんだけど、っていうような状態になると思います。おめでとうございます。それは TOEIC の中級者になったという意味です。停滞が中級者ですので、それは喜んでもらっていいと思います。しかし、今までのやり方ではそれ以上上に行けないという意味でもあります。ですから、TOEIC の中級者は中級者のやり方で勉強をしていく必要があります。以前お話ししたように、TOEIC の初心者は挫折しないことがポイントで、できるだけ薄い教材、コンパクトにまとまった教材、見やすい教材というのを使って TOEIC の勉強になれるということを紹介しました。それでは600点前後で点数が停滞してきた中級者の方はどうしたらいいのでしょうか。一言で申しますと、自分の苦手を克服するために勉強をするということです。TOEIC、人によって苦手なパート、苦手な部分があると思います。人によっては文法が苦手、それから単語が苦手、リスニングが苦手、それから長文が苦手。このように人それぞれ苦手な部分が違いますので、それぞれに合った勉強方法をやっていくことによって、その停滞した時期を乗り越えることができます。では、具体的にどうやって克服していくのか話していきたいと思います。それではまず、TOEIC の英文法について話していきたいと思います。単語はわかるのに、英語がわからないという場合は、文法の問題かもしれません。こう話した場合、皆さんは、パート5の点数が取れるかどうかがポイントなんでしょ？そう思うかもしれません。しかしそれは半分正解で半分間違っています。パート5というのは大きく分けて3種類の問題に分かれています。1つ目、品詞の問題。2つ目、文法の問題。そして最後の3つ目は語彙問題です。ですから、パート5ができるかどうかということだけで判断することはできません。それでは、一体どうやって自分を分析したらいいのでしょうか。ご自身の TOEIC のスコアシートを見てください。リスニングが何点、リーディングが何点と書いてあるだけではなくて、下の方に Abilities Measured っていうのが書いてあります。そこの項目で文法というのがあるので見てみましょう。三角の矢印がその時の平均になっていますので、その三角よりも自分の文法が低かったら、早急に文法を体系的に勉強し直してください。この体系的にというのがポイントになってきます。なぜなら、パート5の問題集をどんどんやれば、それで文法力が上がるかといえば、そういうわけではないからです。なぜなら、英文法というのは、以前お話ししたように、高校の英文法でほとんどが網羅されています。その中に、TOEIC でよく出る文法というのがあります。つまり、本来は、英文法の基礎がしっかり固まっていれば、TOEIC の文法で困ることはないということになります。そして、TOEIC の文法は、受動体、接続詞、関係詞、形容詞など、点々とあらゆるところから出題されます。しかし、その問題ごとに点々と対策するのではなくて、一度ルールをしっかりと確認して、広い面として
学習することが一見遠回りのようで、実は近道となります。文法の基礎固めについての動画は以前のものをご確認ください。そしてその方がパート5だけではなくて、すべてのパートにおいての学習効率が上がっていきますので、ぜひ文法をしっかり固めてから TOEIC に臨んでほしいなと思います。ということで、私の考えとしましては、英文法全体をしっかり勉強した後に TOEIC でよく出る問題を対策していくっていうのが一番いいかなと思います。ですから、このように文法が網羅されている辞書、これをしっかり理解するっていうことが、勉強のスタートだと思っています。しかし、人によっては文法を全部勉強する時間はないんだ。急いで TOEIC に取り掛からなければならないという人もいるかと思います。その場合、私がおすすめする本はこちらです。世界一わかりやすい TOEIC の英文法という本です。これは TOEIC によく出る文法のルールの方を教えてくれる本です。先ほど3冊見せましたが、この先生が書かれた本です。これは高校の英文法、なんなら私たちがマスターすべき英文法すべてが載ってるんですけれども、その中から TOEIC によく出る文だけを抽出したのがこの英文法の本になります。本来はこの分厚い文法書を全部マスターする必要があるんですけれども、どうしても TOEIC の部分しかやる時間がないという方は、こちらの本をやるといいかなと思います。さっきの円で言うと、この分厚い方がオレンジ色の全体の英文法にあたります。で、こちらの本は緑の小さい丸の方になります。ぜひご自身の状況に合わせて勉強を進めてみてください。はい、皆さんいかがだったでしょうか？今日は TOEIC の中級者に向けてお話をしました。今日は英文法についてしか話すことができなかったので、続きはまた次回とさせていただきたいと思います。もしこの動画が良かったらチャンネル登録を忘れずにお願いします。ではまた次回。